球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はガチ考察対決シリーズ第2弾、デモンゾーバ vs グランスフィア、ネオフロンティアスペースの最強決定戦ですね。ティガのことが大好きなメンヘラ邪神と宇宙の全ては自分のもの的なジャイアンの最上級みたいなやつの対戦ですね。今回も個人的な好みとか思い入れとかは関係なく純粋な強さのみで、なおかつこのチャンネルの最強怪獣ランキングの動画みたいなあらゆる敵との戦闘を想定した総合的な強さとかでもなく、対戦相手との戦闘の勝敗のみをガチで考察していく動画です。はい、まずはウルトラマンティガの劇場版に登場した暗黒魔鳥獣デモンゾーアの性能紹介からしていこうと思います。デモンゾーアは視聴者にトラウマを植え付けた怪獣のうちの一体であるティガ本編のラスボスガタノゾーアの怨念とティガの元カノで闇の三巨人の一人のカミーラが融合したネオフロンティアスペース最大の邪神です。ティガと戦った時の大きさは888メートルなんですけど、一応設定上は無限にでかくなるという性質を持っています。ありえないほど広範囲に闇をばらまいていて、この闇に触れると人間なら即死、ティガでもダメージが入ることで、要はただ立ってるだけで勝手にダメージを与えることができます。グリッターティガも捉えるほど強力なデモンフィーラーという触手がとんでもない本数あるので、普通の敵ならまず間違いなく捕まって脱出はほぼ不可能です。しかもその捕まえた敵を体内に取り込むこともできます。そして口から光の槍を放つデモンジャバーや、それを凝縮してぶっ放すジャブラッシュが主な攻撃手段で、ジャブラッシュはティガのゼペリオン光線以上の威力です。防御面も敵の遠距離攻撃はジャブラッシュで迎撃して、近接攻撃はデモンフィーラーで弾けるので、攻撃を通すのは至難の技です。シンプルにサイズがとんでもないので耐久力も半端じゃなくて、カミーレが合体しているので知能が高いのもかなりの強みです。続いてウルトラマンダイナに登場した暗黒惑星グランスフィアの性能紹介です。シンプルに 12,756km というバグレベルにとんでもなくでかいサイズなので、それだけでまず攻撃範囲、防御力、耐久力が桁違いすぎます。その広い攻撃範囲から繰り出される攻撃技は強力な電撃光線や敵に幻覚を見せることができる能力など非常に厄介です。そして何よりグランスフィアの本来の目的である宇宙の全てと同化するという攻撃という枠を超えたチート特性も持っています。防御面ではグランスフィアの周りは超強力な重力場が発生していて、ほとんどの攻撃はその重力場に飲み込まれて本体に届くことすらないというせこすぎる性能です。さらにそのせこい重力場とは別にソルジェント光線やネオマキシマ砲を完封できるほどの超強力なバリアを張ることができる防御力ガチ勢でもあります。バグレベルのサイズとガチガチの防御力、電撃や幻影を見せる能力、相手を取り込んでしまうジャイアンプリに加えて高い知能も持ち合わせている超強豪怪獣です。はい、それでは戦闘開始です。デモンゾーアに対してグランスフィアはまず自分と同化するように対話を試みます。しかし当然デモンゾーアはそんなものは古虫でなめんじゃねえと言わんばかりにグランスフィアに攻撃します。射程圏内まで闇を上空に伸ばして無数のデモンフィーラーで攻撃しますが、グランスフィアの重力場で完全に無効化され一切ダメージが入りません。さらにデモンジャバーを放ちますが、それも重力場やバリアに阻まれ完封されます。グランスフィアはデモンゾーアが対話に応じないこととどんどん大きくなっていることに気づき、ついに攻撃開始します。1万キロ以上の超絶広範囲から電撃光線を集中砲火します。しかしデモンゾーアにもそれくらいではダメージはなく、反撃でデモンジャバーを凝縮させたジャブラッシュを放ちます。しかしやはりグランスフィアの超強力なバリアの前では無力で、どうしてもダメージを通すことができません。電撃光線が効かないのでデモンゾーアを取り込むことにしたグランスフィアは幻覚を見せて混乱させつつデモンゾーアを取り込み、そのまま勝利という結果でした。ネオフロンティア最強はグランスフィアという結果になりました。別の展開としてはグランスフィアのバリアの仕組みにデモンゾーアが気づいたパターンもあると思うんですけど、その場合でも良くて相打ちって感じなので、どちらかというとグランスフィア有利かなという感じですね。ネオフロンティアの邪神系には光の力でしか倒せないという設定もあるようなので、ワンチャンダメージはないかもしれないですけど、吸収となると話は変わってきますよね。実際ガタノゾーアとカミーラ融合してますし、
仮にグランスフィアを破壊できたとしても、光ですら脱出できないブラックホールに飲み込まれてしまうというクソゲー仕様ですからね。デモンゾーアもめちゃくちゃ強いんですけど、グランスフィアの規模がでかすぎましたね。皆さんはデモンゾーアとグランスフィアが戦ったらどうなると思いますか？コメントで教えてください。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。